こんにちは、ゆかです。今日は人生を変える選択力、選択する力について話したいと思います。みんな、人生って何でできてると思いますか？私はね、人生は終わることのない選択の積み重ねでできていくって思ってるんですよね。例えばね、朝起きるというか目が覚める。これですぐ起きて活動しようかなっていう選択。それと、ちょっと待って。一度スマホを開いて、世の中で何が起きてるのかちょっと見てみようかなって、なんとなく SNS とかにね、こう飲み込まれていくっていう、それも選択だし、そのまま朝起きたとしてもね、運動するかな。朝ちょっと、パンケーキにシロップいっぱいかけてクリームまで乗せて食べちゃうかなとかね。とにかく、本当に小さい個人レベルの選択から、外に行った時には、誰と話すか、誰とつるむか、どういう発言をするかだとか、どの会社に勤めるか、転職するかしないか、誰と時間を過ごすかとかね、週末家にいるかとか、もう本当にね、ありとあらゆる選択の積み重ねだと思うんですよね。で、そのね、選択っていうのを、毎回毎回、正しい選択なのか、それとも間違えた選択なのかっていう観点から見るわけではなくって、自分はどういうところに行きたいのか、どういうところを目指して生きている人間なのかっていうところから、ある意味逆算して考えての選択をし続けるっていうことが、自分で人生を作っていくっていうね、姿勢になるんじゃないかなって思うんですよね。で、そうした時に何が重要になってくるのかっていうのが、二つ私はあると思っていて、まずね、私たちの頭の中、ものすごい忙しいですよね。江戸時代の人が、インプットしていた1年分の情報を、現代の私たちは、たった1日24時間のうちにインプットしてるそうなんですよね。それすごくないですか？江戸時代に生きていた人間も、現代生きている人間も、人間としては大差ないと思う。生物学的にね。なんだけども、江戸時代の人の1年分の情報が24時間の間に、たった24時間の間に私たちの頭の中にぐしゃって入れられてるの。それって、ものすごい渋滞が起きると思いませんか？ものすごいストレス、ものすごいキャパシティが取られている。間がないって、そういう風なところになっちゃうんだと思うんですよね。だからね、いかに自分が欲しくない情報を遮断するか。で、その情報っていうのをね、言い換えると選択なんですけどね。例えば私は、服装は、この服好きって思ったら、色違いで何色か買います。で、ドレッシー系だとか、この今日みたいなね、ショーツと、このシャツ、リネンのシャツとショーツね、短パンみたいなのと、あるんだけど、それを必ず一番このハンガーにかかってる一番左側から取ることに決まってるんですよね。で、洗濯し終わったものはハンガーの一番右側に入れることになってる。だから、そこのね、今日はドレッシーなのかとか、今日はこのいつものね、ショーツとリネンシャツで行くとしたら、こっちってね、その決まったエリアから必ず左側から取っていくっていうだけ。で、これって私の頭の中にある情報量を増やすことなく、無意識のうちにこう手に取って着る
っていうこともできたりする。こういった形でね、私、情報、自分の頭の中に入ってくる情報だとか、減らすっていうのと同じようにね、例えばね、こういうふうに私は自分が余分なことを考えなくてもいいようにする。どうやったらもっとこの自動化できるのかなってことを日々考えて生きてるんですよね。だから、物もすごく少ない。服だけじゃなくって、持ち物もすごく少なくて、自分の中で迷いが生まれる種っていうのを常に積むようにしてる。ちょっとね、びっくりするほど思い切りよくいろんなものを捨ててます。で、自分の人生に入れようとしたら、そのものが本当にペン一本でも本当にいるのかどうか、すごくよく考えて、よく悩んで、自分の人生に入れます。で、その入れるときも、これは今あるところにそのまま入れるのか、それとも今あるもののどれかを手放してまた入れるのかとかね、本当にね、自分がいかに選択しなくても自動的に自分の行きたい方向に向かって選択をできるようになるかっていうところを気をつけて生きています。で、本気で悩んでます。こんなことでね。で、もう一つのところね。もう一つは、その選択する以前の問題になっちゃうかもしれないんだけれども、その自分が今選択しようとしているそのものは、自分がコントロールできるものなのか、できないものなのかっていうのをまず考える。で、ほとんどの人がね、自分がコントロールできないものも、できるものも一緒くたに考えて思い悩んじゃってるって思うんですよね。例えば、こういう結果が出てほしい。どうしたらいいのかっていう時も、例えばその結果が他の人の考えだとか、他の人の感情だとかっていうのがどうしても関わってきちゃうんだったら、それはあなたにとってコントロールできないことになるものなんだから、選択する以前にあなたが選ぶべき、あるいは考えるべきことではない。あなたが注力すべきは自分のコントロールできることだけ。自分の行動ですよね。自分の感情をどういうふうにチューンインさせていくかっていう、そこの選択。で、なんかね、その、一つずつの細かい選択、一つずつ見るとすごく小さいようなんだけれども、それがどんどん積み重なっていくと、結果として人生にすっごく大きな影響を及ぼす。私たちの人生は、日々の毎分ごとの、毎秒ごとの些細な選択の積み重ねによってできるから。で、このね、選択力をどうやって高めるのかっていうことを考えたときにね、自分が結構ね、あるのがね、みんな現在から未来に向けて生きてると思ってると思うんだよな。そうするとね、選択ってちゃんと選択できるようでできないんじゃないって私は思う。でも本当は現在から未来に向けて生きてるんじゃなくって、未来から現在に逆方向に生きてるってことに気づいてほしい。よくね、このアカシックレコードとかね、ゼロポイントフィールドとかね、そういうことを話す人は多分分かってくれるんだけれども、現在は過去であり、かつ未来でもあるわけですよね。私たちはすべての情報にアクセスした状態で今ここにある。だから私たちの未来って本当に可能性は無限なんですよね。どういう自分になるか
どういう未来を生きているか、どういう人たちと一緒にその人生を共にしているかとか、そのね、自分の未来を今生きているわけだから、その未来をきちんと明確にして、このレーザーフォーカス、もうレーザー、なんて言うんだろう、この、かなり解像度高く、解像度高く、どういう未来に向かっていくのか、向かっていっているのかっていうことを意識して、今の選択をしないと、そこの未来から現在にっていうベクトルがきちんと働かないって思うんですよね。だからね、ちょっとわかりにくかったらまた別の回でも話をしたいなと思うんですけど、もしね、選択する力をもっと上げたい、もっと精度を高くしたいっていうんだったら、私たちは現在から未来に生きてるんじゃなくて、未来から現在にね、この逆算してっていうね、言い方を多分論理的にはするし、そういう言い方の方が分かりやすいと思うんだけれど、そういうすべての未来の可能性を持ち合わせた自分なんだから、どこを目指していくのかっていうところから考えて選択をしていくと。それがね、本当に、変わっちゃいけないとは言わない。なんだけど、常に自分は本当にそこに行きたいのかっていうのを考えながら、微調整しながらね、その目指す未来に向かって、その未来を叶えられるように今を生きる。そこがね、選択する力になってくるかなって思います。はい。では今日はこのぐらいでいこうと思います。もしね、今の説明、ちょっと難しかったなっていうことがあったら、コメント欄の方に書き込んでいただければ、私の理解する、この選択する力を強化するためのね、コツだとか、時間は現在から未来じゃなくて、実は未来から現在にも流れているっていうそのことについてね、私なりの考えを説明させてもらいますので、よろしければコメントをよろしくお願いします。あとチャンネル登録もしていただけるとすっごい嬉しいです。はい。これからもまたね、いろいろな気づきだとかお話ししていきますので、よろしくお願いします。じゃあ今日のところはこの辺で、今日も聞いてくれてありがとう。じゃあねー。